はい、こんにちは。森のワークベンチ、毎朝バナナを欠かさない管理人のザートンでございます。本日は久しぶりのフェアレディ 240ZG ですね。ちょっとF4 ファントムの方に集中していましたんで、ちょっとあっちも一段落っていうかね、ついたんで、こっちのフェアレディ Z の方を作ってまいります。前回シャーシの方組み終わったんで、この室内ですね、インテリアの組み立てからです。で、細かい塗装はまだしてありません。順序的にお話をすると、黒サフをまず部品塗りますよね。黒サフを塗って、その中でセミグロスブラックとフラットブラックか、あとはコックピットフロアの部分、そのフラットブラックを一旦塗って、これは何に塗ったのかな。インストでは XF63 だからジャーマングレーだったかね。ジャーマングレー、これはあれだ、前に失敗したマスタングで失敗したからの余りを、エアブラシで拭きました。で、ちょっとカーペットらしい感じにするために入り墨の部分からこうぼかし気味にこう真ん中にこうジャーマングレーが濃くなるような塗り方ですね。こんな塗り方です。あんまりかっこよくないけど、実際ね、こう乗っかって、ほぼ見えなくなるんで、これでいいと思います。多分この方がらしく見えるような気がするんですよね。じゃあ、インテリアの方を組み立てて、細かい塗装と組み立てですか、やっていきますね。サイドブレーキはこのようにね、もうつけちゃってます。もうつけて塗りましたね。これは問題ない、別に問題ないなということで、あとはやるのはシートはもう組み立ててあります。もう特にこのシートはパテとか必要ないやつで非常に楽でしたね。で、ここのポッチ、空気抜きの穴なるのかな、なんだろうこれは。中の空気がスッと抜けるようなちっちゃな穴が開いてるようなやつじゃないのかな、どうなんだろう。ハトメっていうかなんだろうね。これはまだシルバー塗ってないです。あとステアリングの塗装とか、ステアリングコラム、キーが刺さるところ、これもまだシルバー塗ってないですね。あと空調、あれだ、センターコンソールももう取り付けちゃったんで、この状態で塗り分けですね。とりあえず塗ってみよう。エナメルなんでね。で、こちら側だからミスっても大丈夫です。そんなに塗装範囲は広くないので、蓋の上から塗料を取ればいいっしょ。これだとちょっと薄いかな。ちょっと塗ってみますか。これはねこんだけちっちゃいとルーペよりもヘッドルーペの方が使いやすいですね。僕の場合はね、ヘッドルーペの方が苦手なんですよ。塗料あんまりたくさんいらないんで、これでもちょっと塗料多いぐらいだ。ちょっと厳しいな。これ黒いとこ一回塗っちゃうか。で、上から重ねますかね。
これでいいや。これが例えばドアパカパカにするならね、見えるからもうちょっと綺麗にやらなきゃいけないけれども、ドアパカパカもね一回やってみたいんですけどね。今やってて結構横はみ出てますけど、これは塗装後にシンナーで取ります。この前もだな。シンナーをこのシンナーでこう掃除していきますね。なんかべったりついてるし、指についてたかな。それでいいや。あと今実写の写真見てるんですけど、ここにサイドブレーキの反対側にこれチョークレバーじゃないの？実際どうだったんでしょうね。多分これ実写オリジナルのままだと思うんですけど、キットにはそのチョークレバーのホールドとかはないんですけどね。オプションなのか、チョークレバーかどうかは分かんないです。チョークみたいなマークが書かれてるんで、チョークレバーかなと思ったんですけど、ちょっと分かんないですね。このペンですね。これ、Amazon で売ってた、さっきぶちこぼしたクロームシルバーがついてるけれども、あれです。ガンダムマーカーの、あれはなんていうの、クロームシルバーよくわかんないけれども、あれがいいって話は聞いてたんですけど、入手不可能、Amazon でも売ってますけど、多分300円ぐらい高いんですよね、通常より。700円だか800円だか値段ついてて、これが Amazon で売ってたクロムペイントマーカー、メッキマーカーで検索したら出てきたんですけど、前にこれインスタなんかで広告で出てたかな。で値段が500何十円かだった。ただ500何十円ね、これね、僕ね 0.3 ミリ太いのと間違えて僕、そうです。この太い3ミリのやつと間違えて 0.3 ミリを押しちゃったんですよ。でそれ気がつかないまま発送になっちゃいました。で届いたのがこの3ミリで、当然 0.3 ミリのお値段しか払ってないんで、良かったなって感じですね。ちょっとこれ使ってみます。使い方はね、やっぱりガンダムマーカーのあれと同じような感じなんで、筆にとって多分使えると思うんですけどね。でこれ他の時は水平にしといてくださいってことです。ちょっとこのシフトノブのシフトレバーのちょっと塗ってみますね。見えねえなこれ。見えねえなって。
ただこれ筆はツールクリーナーで落ちるのかな。なんか嗅いだことない匂い。多めにのせるような感じで塗った方がいいと思います。ただ周りにこぼれた時にどうなるのかなって感じはします。でこれどうしようかな。シートこれ多分ね丸い輪っかだと思うんですよね。あ、しまった。そうこうなると何で落ちるんだろう。落ちなかったらまた中重ねちゃいます。やっぱり表面張力で艶が出るような感じだと思います。塗料の量が少ないとそんな光らない。で乾燥にどれぐらいかかるかっていうのはまだ分かんないですね。まだちょっと匂いする。ちょっともしかしたら乾燥に時間かかるんじゃない。書いてないかな。あとはもう思い切って牛乳パックとこに乗っけてやって、ここから取りながら何回もやってるからダメかも。映ってるか。キランと太陽の光。今ね黒いところについちゃったのが1箇所あるんで、それをシンナーで落とせるのか。こっちだね。使うのはとりあえずエナメルシンナー使ってみるか。シンナーでエナメルでは落ちない。じゃあタッチアップだ。エナメルのフラットブラックでちょんと塗っとけばいいっしょ。ちょんと OK。 あ、でも結構いい感じだね。キランと光ってて。じゃあ一つメインイベント終わり。これもうちょっと綺麗にならないかな。じゃあウッドハンドルとウッドシフトノブですね。で使うのはラッカー、マホガニとブラウン。まずマホガニをもうちょっと濃いブラウンでもいいかもしれない。今いいです。これでいきます。マホガニを面相筆で今ちょっと抜けてくるか。よいしょ。暗いなっていうか周りが明るすぎる。光が入りすぎてて下地にあれ塗ってるじゃないですか、オキサイドレッド。だから別にそんな
綺麗に塗らなくてもいいと思いますね。逆に色のムラがあった方がいいかもしれない。てっぺんはデカールで隠れますから丸く残す必要はないです。でそこにブラウンを重ねていくんですけど、ちょっと薄くしたいな。うわー、これちょうどね、バッグが白いから見にくいのかな。よいしょ。うわー、これうまくいかないかな、考えてるのが。考えてる方法がうまくいかないかもしれない。でこれ乾いたら、これ240番ぐらいかな。あ、違う、これ120だ。240どこ行ったかな。240どれだ。これ240番手程度の研磨スポンジですね。でこれを使って傷を入れていく。今のブラウンをちょっと落としてあるんですよ、木目っぽく。なのでちゃんと濡れてなくてもいいってことですね。なのでこのブラウンをした黒でもいいかもしんないですけどね。後ろはまあ見えないと思いますから、後ろまではやんなくていいんじゃないかな。そう、まあ雰囲気でいいと思います。でこんなもんでいいでしょう。ほとんど分かんないレベルですけど、ここにクリアを、クリアは何でもいいですね。どうせしばらく触んないからラッカーじゃなきゃいいです。もうちょっと削った方が良かったかな。いいや。なんちゃって木目ですね。あんまりわかんないか。もうちょっとうまくやればいいかもしれないですけどね。ただあんまり木目はっきりしてるあれではないのでいいと思います。だから別に普通にブラウンでもいいと思いますし。じゃあ次はもうあとデカール貼るぐらいか。じゃあデカールですね。メーターパネルやら、ダッシュボードのエンブレムやら
です。まあ春だけですからね、構えることはないですよ。どっから行くかな、内側から行くか。理想を言えば、まあメタノデカール貼った後にね、透明のプラ板で蓋をしてやりたいんですけど、丸くね切り出すのも面倒っちゃ面倒なんで難しいです。貼るとしてもプラ板じゃなくて、多分あれだな、保護フィルムかなんかの方があるいはちょっと厚手の、ちょうどほらメタルインレットの表で使ってるようなアプリケーターフィルム、カッティングシートの透明なやつとかね、そういうのでもいいかもしれないですね。まあ、多分大丈夫だと思うんですが、周りがこれでも大きさぴったりだな、多分。マークソフターまでいらないんじゃないかな。これにしませるよりも多分周りが浮いてるって感じはしないんですよ。一応ソフターをやって軽くメンバーでソフタを吸い出す程度の押し方でいいです。あんまりギュッてやると多分デカールが破れるので。じゃあどうせ見えなくなる予兆ですね。あちこちに字があちこちに字があるんですよ。まあもう字らしきものをちょいのちょいと。ここもね銀色の指示なんですけど、黒いなんだこれはノブに白い文字があるだけなんで、写真の通りやります。音はこの中ラジオの周波数やっぱり UV レジンですね、ここは。もうちょい盛るか。表面張力でね、ポコンってなってくれればいいけど、なってくれないな。
暗い。メーターパネルのガラスなんですけど、あれですね、AK のガラスコートでやっちゃいます。中でね、平滑にならないんで、どうしても表面張力で周りが立ち上がっちゃうから、じゃあ見つけてきますかね。よいしょ。まあインストの通りに組んでいくだけですけどね。なんか最近接着剤とか塗料とかぶちまけ気味なんで、ちょっとしたトラウマになってる。こんなに、よいしょ、もうちょい置くか。なんか今のフットレストだけちょっといまいちですね。これタッチアップしないといけない。で、どうしよう。書くとこんな感じになりますね。フラットには無理なんですけど、まあ雰囲気は出てんのかな。じゃあ、これを組み込んでいきます。組み込んでいきますけど、先にハンドルつけなきゃね。曲がったステアリングコラムはすぐ乾くように流し込みで見えないところに流し込めば塗料が落ちても分かんないですからね。今のステアリングにしても下からやってやればどうしようかな。この空調の
メッキが光りすぎてるから、これ穴開いてますよね。どうしようかな。いいや、このままで。軽く墨入れしてみるかな。どうせ触んないとこなんで、塗料がベロベロ剥がれてくることはないと思うんですよ。空調もこの方がいいでしょう。位置を確認して、これ流し込みでいけるな。反対側から流し込み入れちゃえばいいっすね。それで次に写真を1個撮りたいんですよね。サムネ用の写真を撮りたいんで、その写真どっちから撮るか。運転席側から撮るのがいいのか、助手席側から撮るのがいいのか。いや、運転席側からだ。これをもうくっつけちゃう。助手席側のドアの内張りをくっつけちゃって、でこれで写真撮ろう。意外に光らねえな。はい、インテリア終了ですね。こんなんね、車体入れちゃえばほぼ見えないですよ。で、あれですね、ドアをね、開け閉めできれば、片側だけでもね、運転席側だけでも、今度、あれだな、パカパカ挑戦してみるかな。両側は別に、こう、あんまり興味ないですけどね、パカパカして遊ぶっていうか、せっかく作ったこの室内をもうちょっと見られるようにしたいというあれがあるんで、今度なんかで安いプラモで挑戦してみようかな。じゃあ本日は、このインテリアの方終了でございますね。次回は、外装になるのかな。外装のなんかバンパーくっつけたり何やったりとか、そういうのだと思うんだけど、どこだっけ。そうですね、この辺はもう組み終わってるんで、そう、フロントウィンドウとかヘッドライトとか、ウィンドウモールもこれ塗らなきゃいけないんだよね。真ん中じゃない、両サイドだ、両側だ。この辺り外装の部分をちょっとやっていきます。それではまた。